まあニュースキャスターであるけれども、まあそのニュースはちょっとバラエティ色のあるニュースキャスターということでですね、まあごめんなさい、あまり深く考えずにですね深く考えずにやりました。刑事とかね、学校の先生とかお医者さんとかっていうのはね、多分日本の男性俳優でやったことないっていう人を見つける方が難しいと思うぐらい僕も何回もやったしね、あれですけど、ニュースキャスターっていう役はね、そうですね、もしかして初めてかもしれないですね。裏の顔があるっていうところもあるんですけど、裏の顔ね、そうですね。まあでもそれもあんま何も深く考えずにやりましたけど、インタビューにならないんで全体的に深く何も考えない。ただまあなんていうか、そのまあ最初に衣装合わせの時に監督に言われたのは、その通常の真面目なニュースキャスターではなく、バラエティ色のあるそのまあワイドショー的な要素も入ったキャスターだということを言われたんで、でまあまあちょっとつかみどころのない、ちょっと奇妙なニュースキャスターにしようかなと思いました。なんか面白いこと言ってんだけど目が笑ってないとか、ちょっとそういう奇妙さがその作品全体のテイストに合うかなと思って、おちゃらけてるんだけどなんか目の奥が笑ってないとか、例えばですけど、そういうつかみどころのない奇妙なキャラクターっていうのが作品全体のテイストに合うかなっていう思いはありましたね。あとまあ衣装もまあ奇妙ですからね。これ衣装ですけどね。もちろん自前ではありませんけど、分かってると思いますけどね。はい。はい。まあ非常に新しい感覚の新しい試みのね、ゲームと映画の融合という感じですけども、まあお芝居する上ではあまりそれは意識する必要はないので、まあいつもの、まあ、通常のというと変ですけど、他のドラマや映画を撮影するのと同じ気持ちでやりましたけど、はい、その見てる人が、まあ、ゲームのプレイヤーっていうんですかが、まあそのいろいろストーリーを選べるというか、選んだ先にまた別のストーリーがあるっていうことですよね。主演のね、本郷奏多君とかね、栗原千明ちゃんはね、大変だと思いますよ。もう枝が分かれていろんなストーリーをやんなきゃいけないから、あまりデジタルのことよく分からないんですけど、アナロガーなんですけどね、僕生粋のアナロガーですから、よく分からないんですけど、でもそういうなんかまあ新しい試みっていうこと自体がね、すごく興味をそそると言いますかね、そういうのをどんどんやっていかなきゃいけないと思うんで、喜んで参加をしましたけどもね。まあ僕自身あまりゲームもちょっとやらないんでわからないんですけど、なんかどんな風に出来上がるんだろうっていう楽しみもあったりして、そういうのもあって、とにかく出来上がりが楽しみですね。はい。ありがとうございます。でもまあそれはもちろん小高さんの足元に及びもつかないっていうか、まあ比較するのもおこがましいとは思うんですけど、僕の友人でね、何人かいるんですよ、ゲームの脚本を書いてる人がいて、その人に話聞いたら、まあ大変みたいで、もうずーっと書いてるって、もう書いても書いても終わんないっていう。だからそれはもしかするとそのインタラクティブなんで、どんどん枝が分かれていって、ストーリーを、こっちのストーリーも書かなきゃいけない、こっちのストーリーも書かなきゃいけないっていうんでね、だからもうすごく通常の作品、ドラマ映画のシナリオとはまた別の筋肉というかね、を使うんだろうなと思いながら、大変だなって思いながらシナリオを読みましたけどね。ありがとうございます。はい、何ですか、パソコン、スマホであり、スイッチ、PS4、そういったもう全部梅田さんに聞いておりますけども、でもさまざまなプラットフォームでゲームができるということですからね。まあこのプラットフォームっていう言い方もさっき梅田さんから聞いたんですけどもね。まあでもとにかくいろんななんていうかな、ハードでこのゲームが楽しめるということですよね。ですからまあ我々今一生懸命、スタッフ俳優撮影をしておりますんでね、皆さんがどんなストーリーを選んでもドキドキが止まらない、そんな作品になると思いますんで、ゲームと映画の融合、ぜひ皆さんいろんなハードで楽しんでいただければなと思います。